神の騎士団の大軍が国境に迫る。麦わらの一味が反撃開始。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1172話が公開されました。タイトルは憧れのエルバフです。扉絵リクエスト、白鳥たちがボンクレーの化粧道具を使い化粧しているところ、ペンネームひざまる。この話のストーリーは昇降機から始まる。ハイルディンらが妖怪へ急いでいる。ギャバンが妖怪の状況について語り始め、敵は3人であること、その目的は子供たちを聖地へ連れ帰り、エルバフを脅すための人質にすることだと指摘する。ゲルズワテの中にギャバンとトニーとニーチョッパーを乗せている。ゾロとサンジも真剣に話を聞いており、何かを聞き取ったようだが、関連するセリフは塗りつぶされている。ギャバンは続けて軍子の能力の特徴を紹介する。彼女は矢印を使って子供たちの行動を指揮しており、もし港に到着させてしまえば取り返しのつかないことになる。状況はまるでタワーディフェンスゲームのようになっている。続いてギャバンはソマーズ星のイバイバの実の能力についても紹介した。透明な茨が子供たちの体に巻きついており、親たちは彼らに触れることができない。もし強引に手を出して列を乱してしまえば、子供たちが互いに衝突して怪我をする可能性が高い。さらにもう一人の神の騎士は悪夢を具現化する能力を持っており、子供たちが恐れるものを実体化させて救助を妨害する。なんとギャバンは神の騎士団の情報を完全に掌握していたのだ。この機器は実のところ神の騎士団が3つの能力を利用して仕掛けたゲームであり、これは以前シャムロックが言ったゲームにしろというセリフとも呼応している。新巨兵海賊団は闘志に燃え妖怪へと駆け上がり、昇降機はすぐに到着した。そして彼らは百鬼夜行の光景を目にする。すべての悪夢の怪物たちが妖怪で大暴れしているのだ。巨大な黒竜ニーズヘックのアップが描かれ、巨兵海賊団の戦艦グレートエイリーク号も沈められてしまった。その時、重傷を負った一人の巨人が歩いてきた。カーシーだ。彼は巨兵海賊団の現状を大まかに伝えた。ドミリバーシされた巨人たちは勢いが止まらず、西の村へと向かっているという。カーシーがロードを見てピョルの名を出すと、ロードはひどく動揺し、すぐに助けに行こうと飛び出した。ピョルは以前誘拐された子供の一人で、ロードとは浅からぬ関係にあるようだ。ロードが一人で走り去ったのを見て、ゴールドバーグとゲルズも急いで後を追った。サンジが言った。ナミさんたちが近くにいるらしい。カーシーはサンジを持ち上げ、トークの舵を見せた。続く見開きページでは、現在の戦場全体の状況が描かれている。その混雑ぶりはまるで朝のラッシュアワーのようで、大勢の人々が樹道8号線という一本の枝に集まっている。学校と図書館からは火の手が上がっており、ナミたちは依然として縛られたままだが、ブルックの姿が見当たらない。前の文章から推測するに、ブルックは何らかの策を思いつき、先にその場を離れたのだろう。一方、ドミリバーシされた巨兵海賊団が進軍する中、リプリーとオイモが率いる巨人の親たちが子供たちの救出に向かおうとしており、子供たちは港に近づいている。最後は西の村の状況だ。ヤルルは断固として退かず、エルバフ全土に向けて放送する準備をしていた。ヤルルはすべての巨人に対し、かつてのハラルド事件の真相を語り、ロキの潔白を証明した。わしは見た。悪魔がハラルドを殺し、ヘイタツを殺してゆく様を。ハラルドはエルバフが悪魔の支配に屈せぬために戦い、死んだのじゃ。王はロキが殺したんじゃ。少し違うが、いい回しだな。よく言い過ぎだ。次の見開きでは、小回りを通じて神の騎士団のメンバー3人が描かれている。画面上では一緒に描かれているが、彼らが実際にいる場所は別々のようだ。ああ、もう寝てても任務完了だな。ヤルルは子供たちに耳を塞がせ、ウソップは異常なほど興奮している。ヤルルはエルバフを代表し、正式に世界政府への宣戦布告を行った。トゲやリバーシ、幻覚なんぞで我らを服従させられると思うたか。あのジジイ好きだ。そうだヤルル様。ウソップの興奮は最高潮に達した。波がウソップを叱りつける。わかったから矢印から解く方法を考えなさいよ。この話の最後のページ、悪魔の巨人たちが西の村に殺到し、ヤルルが戦士たちを率いて正面から迎え撃つ。ハイルディン、スタンソン、そしてゾロがその後に続く。ゾロは刀を抜き、こう言った。策がある。編集コメント、反撃ののろしが上がる。
ロキはイムによって悪魔化され、エルバフのラスボスとなる。モリアはミニイムとみなせる。ロキが黒天支配されるという理論を成立させるには、まずロキとイムの遭遇が必要である。現在の物語の展開では、ロキは冥界から現世へ攻め上がりイムに対抗しようとしており、これが両者の接触と悪魔化発動のきっかけとなる。小田栄一郎先生はまだ黒天支配の発動条件を公にしていないが、既存のストーリーからいくつかの短所が見て取れる。イムを激怒させる、あるいはイムから攻撃を受けることが悪魔化につながる可能性があるが、これらの条件には判例が存在する。例えば、ロックスの家族はイムを激怒させておらず、巨兵海賊団の一部のメンバーも攻撃を受けていないにもかかわらず、悪魔化されている。したがって、上記の推測は成立しにくい。現在最も合理的な説明は出生地説である。基地の被害者はすべて、その出生地で無残にも悪魔化されている。巨兵海賊団はエルバフで、ロックスとその家族はゴッドバレーでだ。イムとガーリング星は意図的にロックスをゴッドバレーへ誘い込んだようだ。さらに、ドミリバー氏は日本語で家に帰ったという意味を含んでおり、このような言葉遊びは小田栄一郎先生がよく使う手法である。最も直感的な例は、ティーチとその母親が悪魔化しなかったことだ。彼らは当時デイビー一族と共にいたが、周囲の人間はみんな悪魔化された。これは黒ひげ星がゴッドバレー出身ではないからである可能性が高い。ロックスは妻と子をゴッドバレーに迎え入れようとしていたが、黒ひげの母親はロックスにルルシア王国で集合するよう伝えており、彼らの出生地がルルシア王国である可能性を示唆している。これが彼らが悪魔にならなかった理由を説明している。出生地説にはまだ反論の余地があるが、イムを激怒させたやイムの攻撃を受けたという説に比べれば、現在のストーリーをよりよく説明できる。もしこの説が成立するなら、イムが国家を滅ぼす動機、例えばある種の血縁関係を断つためといった理由さえも説明できるかもしれない。既存の情報に基づけば、黒天支配の発動条件は、被害者が出生地にいることを要求している可能性が高い。ロキの回想では、彼がエルバフで生まれ、すぐに実母によって冥界に捨てられたことが明記されているため、ロキが出生地でイムの黒天支配を受けて悪魔になる可能性は極めて高い。ロキは登場時から複数の人物と対応関係にある。例えば、ゾロが村人に誤解され誘拐されたが実は2人とも善人であったように、ロキとウソップも村を守るために悪名を背負うことを選んだ。ロキはゾンビのオーズと多くの類似点がある。共に古代巨人族の血統を持ち、巨大な鉄砂で束縛されている。オーズはモリアに支配されていたが、モリアとイムにも多くの対応点がある。オーズの敵は麦わらの一味であり、全員が力を合わせて彼を攻撃した。もしロキが悪魔になれば、彼の姿はオーズとウリ二つになり、最終的には麦わらの一味の総攻撃を受けることになるかもしれない。もし麦わらの一味が本当に全員でロキに対抗するなら、オーズとの対応だけでなく、かつて赤髪海賊団がロキを包囲したストーリーとも対応する可能性がある。ロキの実力がシャンクスより上であることは、彼がハラルドを倒したことから見て取れる。シャンクスが6年前にロキを倒しエルバフに連れ戻して縛り付けたのは、何らかの手段でロキを制限したか、あるいは海賊団全員で包囲したからだろう。これは麦わらの一味が悪魔ロキを包囲するもう一つの対応の可能性を提供する。リトルガーデン編からドリーとブロギーの登場によって巨人族の一騎打ちのルールが導入された。意見の衝突があればどちらかが死ぬまで決闘するというものだ。このルールはルフィとロキの対決への伏線かもしれない。ロキは太陽の神を自称し、世界の破壊を目標としているが、これはルフィの世界平和を追求する目標とは相反する。もしロキが黒天支配されれば、この対戦ルールが物語を展開させる伏線となるだろう。もしイムがルフィとの戦いで何らかの理由により撤退した場合、エルバフ編はラスボスを失うことになる。その時、悪魔ロキが代わりのボスとして非常に適している。黒幕であるイムは、現在は軍庫に憑依する形でしか現れておらず、ここでルフィに負けるのは不適切であり、かといってルフィがまた負けるのも実力不足に見える。イムを撤退させ、悪魔ロキに引き継がせることは、ストーリーの緊張感を維持しつつ、最終決戦の結果を早々に明かすことを避けることができる。強調すべきは、悪魔ロキになることが必ずしも彼の死を意味するわけではないということだ。ニカの能力こそが黒天支配を解く鍵である可能性がある。
第112巻の表紙の対極図も黒と白の対立と天下の概念を示唆している。したがってニカが悪魔ロキを救う可能性は高い。何しろロキはワンピース最終章の重要人物である可能性があり、エルバフで死ぬには少々唐突すぎるからだ。第1171話ではロキは自分が飛べると発言している。これには以前から暗示があった。まずロキの腕にある入れ墨は一対の翼のような形をしている。次に小田栄一郎先生は第111巻の関東源で誰かを守るために十字架に縛られた和紙について触れ、それがゾロのストーリーと似ていると述べている。第111巻の表紙で縛られているロキとその入れ墨はまさにこの和紙に対応しているようだ。さらに麦わらの一味がエルバフに到着した際の関東カラー絵には紫色の飛竜が描かれており、これもロキの形態を暗示している可能性がある。最後にロキと北欧神話の毒リューニーズヘックとの対応関係も彼が翼を持っていることを暗示している。もしロキが翼を持っているなら彼が神殿の壁画に描かれた大地の神である可能性はさらに高くなる。もしロキがエルバフ編の後も生き残るなら以下のようなストーリー展開が考えられる。ガレーラの救出。ロックスは死ぬ前、ロキに大土戦団と呼ばれる破壊者たちが世界のどこかで眠っており、ハラルドだけが彼らを目覚めさせることができると語った。ハラルドの死に伴いロキがこの能力を継承した可能性があり、鉄雷の氷結能力が救出の鍵かもしれない。麦わらの一味はかつてパンクハザードで氷漬けにされた巨人たちを見ており、この情報をロキに伝えるかもしれない。しかしロックスの継承者であるティーチも争奪に介入する可能性があり、ロキと黒ひげの遭遇は見どころとなるだろう。2人の王の伏線。海王ポセイドンが1人の王であり、もう1人の未知なる王はロキである可能性が高い。ハラルドはかつてネプチューンからの息子に娘を嫁がせるという提案を断ったが、これはロキと白星を関連づけている。ロキは身近な伝々中を通じて相手をモサコウと呼んでいるが、これはネプチューンの白星に対する相性と似ている。加えて白星は現在黒ひげ海賊団の脅威に直面しており、ロキがもう一人の王としてストーリーに介入するのは十分合理的だ。ロキは出自が非凡であるだけでなく実力も極めて強力で、もう一人の王となる資格は十分にある。世界政府への反抗。壁画に示されているようにジョイボーイは複数の種族を率いてイムに対抗した。ロキは現在知られている唯一の古代巨人族として壁画の予言を成就させるためにルフィの陣営に加わらなければならない。これもまたシャンクスがかつてロキをエルバフに縛り付けて保護した真の理由、最終的な一戦のためだったのかもしれない。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであればぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。